はい、タミヤのチームスズキエクスタジスペケ WR2020 年バージョンですね。バイクの GP マシンは数十年ぶりの作成になります。昔と今とではかなり異なる部分があるかと思いますので、若干不安要素があるんですよ。もともとスズキのバイクは好きな車体が多かったのと、2020年MotoGP での優勝がありましたね。そしてこのタミヤのキットが満を持して発売されたわけです。制作が非常に楽しみです。このままストレートに作るのか、どこかディテールアップをしていくのか悩みどころではありますね。ただ意外に詳細画像がインターネットで見つかりましたので、少し頑張ってみますかね。私の場合はユニットごとに部品を切り出して塗装をして組み立てというのを繰り返して完成形に持っていきます。それでは作っていきましょう。それでですね、カウル着脱用のリベット状のモールドなんですけれども、これはファスナーと呼ばれるものになりまして、回転することでロックが外れて抜けてくる、ピンということになります。これは塗装後の研ぎ出しの際に邪魔になるので切り飛ばしてしまいます。厳密に言えばここは少しへこんでいて、そこにファスナーが入ります。ファスナー自体は後ほど伸ばしランナーから自作するので、事前に取り付け用の穴をピンバイスで開けておきます。こっちのタンクの方を見るとね、こんな感じでへこんでるので、同じような感じに、少し大きめのピンバイスでちょっとだけへこませます。アッパーカール前の方のウィングレットなんですけど、これは取り付けに悩むところですね。どうしても合わせ目が出るのと、あとはこれ全部組んじゃうと塗装とかやりにくくなってしまうのでね、そういったところで悩んでたんですけれども、今回合わせ目消しを優先させます。なのでこの段階でカウルに接着してしまいます。もちろん塗装後の研ぎ出しはかなりやりにくくなりますし、でこの部分は今回カーボンデカール使いたいんですけれども、その貼り付けもしにくいものにはなってしまいますね。サイドカウルの上部、このスリット状の穴のところでどうしてもプラスチックの厚みが気になるので、これを薄くしてやります。はい、じゃああちこちね削ってるので、サフェサを塗っていきます。このクレオスの1500グレイサフでいいでしょう。クレオスの1500番のグレイサフェイサーを塗ってきました。もちろん研磨していない場所においてもサフェーサ吹きっぱなしではサフェーサのザラザラが残ってしまいますから、
全体を1500番で軽く研磨して皮を1枚めくってやります。磨き終えたところは手触りが全く違うので、この後の塗装にもいい影響が出るかと思います。はい、マイカシルバー塗り終えちゃいました。というのは塗装物用のカメラがついに焦点してしまいまして、録画データが全て使い物になりませんでした。それではマスキングシールを使ってですね、メタリックブルーを塗っていきたいと思います。マスキングシールを切り抜くときはナイフの方を回すのではなく、シールの方を回しながら切り抜いていくと比較的やりやすいと思います。それでですね、メタリックブルーは隠蔽力が非常に弱い塗料なので、デカールのブルーにできるだけ近づけていった方がいいでしょう。もう少し塗った方がいいみたいです。下塗りとしてセミグロスブラックを塗ったウィングレットにカーボンデカールを貼っていきます。カーボンの向きを考えてデカールを切り出すのがいいでしょう。昨日貼ったデカールが乾いたのでクリアを厚めに塗ります。クリアの塗装は最初の数回少なめの量を離れたところから吹きつけるようにしています。こうすることでデカールにダメージを与えるのを避けることができます。この動画では引き続きカウルの塗装作業をお送りしています。実際にはクリアを乾燥させる間に他の箇所を進めています。クリアを数日かけてじっくりと乾燥させます。クリアの乾燥後、中取りを行いデカールの段差を少なくしておきます。完全に段差を消してしまうのもありなのですが、バイクモデルの場合複雑な面構成なので、私の場合は最低限までしか研磨しません。塗装やデカールが傷ついてしまっても嫌ですからね。
中研ぎが終わったら薄めに希釈したクリアを6回ほど塗り重ねて1週間ほど乾燥させます。クリアの乾燥後、3000番のスポンジ研磨剤、メラミンスポンジ、コンパウンドを使ってさらに磨き込んでいきます。カウルのクリア塗装の乾燥を待つ間に、エンジンやフレームなどを組み立てていきます。フレームの内側は省略されてしまっているので、プラ板とエポキシパテで埋めてしまいます。このキットのステップは滑り止めのチェッカリングが一切ないので、プラ板で追加します。
エンジンやミッションケースなどのメタルカラーは実写の写真を見ながら調色したオリジナルカラーでの塗装となります。エアクリーナーボックス、燃料タンク、アンダーカウルの裏側にはヒートプロテクションシートが貼ってあるようです。油絵の具を使ってオイルウォッシュを行うことでメリハリがつきますね。チェーンアジャスターが完全につながっていてチェーンの調整ができそうにないので、実車のように上下左右を開口します。リューターのドリル場で穴を開けておき、ナイフとヤスリで穴の形を整えます。パーツを折らないように細心の注意を怠らないようにします。クラッチにキット指定のデカールを貼ってみたのですが、やはり立体感が全くありません。デカールの柄を参考に立体的な形にしてみます。
前後のサスペンションにはストロークセンサーがあります。伸ばしランナーと真鍮パイプ、ステンレス線で自作してみます。今回はチェーンにディテールを加えてみました。チェーンというのはローラーをプレートで挟み込む形で形成されているわけですから、ローラーとローラーの間には空間があります。その空間を再現していきます。ドリル刃をビットのように使って穴を広げていき、最後はラインチゼルやタガネを使って形を整えます。塗装が終了したチェーンをスイングアームに取り付けます。バイクプラモの定番作業、ディスクブレーキの穴開け加工です。やはりリューターがあると作業がはかどりますね。右側のチェーンアジャスターにも穴を開けました。エキゾーストパイプには O2 センサーが取り付けられていますが、キットでは再現されていないので伸ばしランナーから自作します。実写の写真ではエンジン左側にO2 センサーからのコネクターが取り付けてあるカーボンプレートがあったのでプラ板で作ってみました。
形状に関してはかなりフィクションが入っています。エキゾーストパイプを固定しているスプリング用のフックを真鍮線で作ります。引き続きエキゾーストパイプを進めます。エキゾーストパイプのエンドプレートはタミヤのディテールアッパーツを使用しています。ステンレスのエッチングパーツですが、キットの部品に押し付けて R をつけなくてはいけません。ペンチのグリップなどで真ん中から外側に向かって少しずつ曲げていきます。
ブレーキキャリパーの四角い穴からはピストンとブレーキパッドが見えるはずなのですが、何もないので追加します。キャリパーからはバンジョーを介してオイルパイプに接続されているので、真鍮線と真鍮パイプを使ってバンジョーを作りました。フロントサスペンションはタミヤのディテールアッパーツを使います。もちろんフロントサスペンションにもストロークセンサーを取り付けます。アクセルのアジャスターおよびブレーキとクラッチのバンジョーを金属素材で作ってみました。またトップブリッジについているオイルタンクは透明ランナーを加工してみました。後ほど塗装でオイルを表現します。グリップの固定用ワイヤーを細い金属線で再現します。
完成後プラスネジが見えてしまうのも興ざめなので、可能なところには六角プラボで作ったカバーを使って隠してしまいます。